はい、じゃあカナディアンカヌーのね説明をちょっとしたいと思います。デッキがこういうふうにオープンになっていて、シートがそこに今2箇所ついてますけども、大きさによっては場合によっては真ん中にまたねもう一つあったりとかする、ケースもありますが、こういうオープンデッキカヌーのことを、カナディアンカヌーっていうふうにね総称で言われてます。例えばカヌーってなんだって言われて総称して大雑把に言われてますけども、カヌーって言われる、乗り物は本来このカヌーなんですよ。カナディアンカヌーで、コックピットがちっちゃく穴が開いてるのがありますよね。あれを総称してカヤックっていう、そういう使い分けをされているんですが、例えばいろんなスポーツの競技で総称でね、大きな括りの表現の仕方っていうのはあると思いますけども、全体を通してカヌーっていう遊び道具っていう形で理解していただければいいと思います。はい、まずこのカナディアンカヌーの漕ぎ方なんですけども、まず使う道具がですねパドル、こういうふうに片方にしか平らな部分、これブレードって言いますけども、片方にしかありません。なぜかっていうと、カナディアンカヌーって結構高さがありますよね。だから斜めにこう両方にパドルがついてるもので、斜めに持ってもなかなか水面に届かない。だからなるべく垂直に持って上からこう漕ぐっていうような漕ぎ方をしないといけません。だからあえてこういう片方だけねブレードがついてるパドルで漕ぐっていう形になります。はい、で大きなカヌーなんで、普通だったら前と後ろ2人で漕ぐこともできますけども、例えば1人で乗る場合、今シートの位置が前と後ろとちょっと違う位置についてます。で今私が座ってるところは今2人乗りの場合は後ろのポジションになりますけども、例えばじゃあこれを1人で乗りますっていう場合は今度ね進行方向が変わります。今度じゃあ凛太郎を座ってもらいますけども、凛太郎がこういうふうに、今度こっち側に向いて、座ってもらって、なるべくセンターに近い、位置の方に足が入ります。で1人で乗る場合は今度私が座っていた方向が今度進行方向になりますんで、そういう形で全く左右対称のね構造になってるんで、それができるっていうね。オープンデッキみたいな感じなんです。シートがカヤックみたいに一方向にしかついてないシートの場合は前と後ろが確実にあるんですけども、カナディアンカヌーの場合はこういった形でどちらも漕げるという、人数に応じて漕ぎ手に応じて、進行向が変わるっていう、そういう形になります。じゃあですね漕ぎ方なんですけども、例えば2人で漕ぐ場合は、片方にしかついてませんので、じゃあどちらかの人で右と左と漕ぐ方を担当してもらいます。で例えば後ろの方が船長さんになる場合なるんですけども、後ろの人が自分は右の方が得意だなと思ったら前の人には左の方を漕いでもらうと。右の方で漕ぐ場合は、ただ一緒に同時に右と左と漕いでいただくと普通に左右同じ力が加わりますので、船はまっすぐ進みます。で、例えばじゃあ左へ行きたいっていう場合は後ろの人は今度後ろからねこうバックを入れてあげたりとか、じゃあ右へ行きたいっていう場合は今度前の人が前から普通に前から後ろにこいでいただくと、そのまま右に回ったりとか、そういう2人の連携のプレーが組み合わせって自由に動かすこともできます。はい、ただ基本的な進み方、後ろの人がねラダーを入れてあげると一番いいと思うんですけども、ラダー漕ぎって言ってまっすぐ前に入れます。ぐーっと漕いできて、で後ろでこういうふうに平らな部分を縦に入れるんですよ。そうするとこの直進力推進力で縦に平らな板が入ります。でこれに当たってまっすぐ進もうというね、要するに舵の役目をこの部分がしてくれるわけですよね。でどうしても右側漕ぐと船って左に回ろうとしますんで、それをちょっと回ったところをちょっとここで手を支点にガンネルっていうところに当ててちょっと手前にこう引いてあげると船はまずクッと元に戻るんですよ。
そういうのの繰り返して方向修正をしながら漕ぐっていうのを、ラダー漕ぎ、ね、スタンプライっていう漕ぎ方が。で今と同じ動きを前から後ろ。お前は推進力だけね。はい。この後ろのラダーの入れ方一つでね、船の方向簡単にこういうふうに簡単に操作できます。これが慣れてくると、結構扱いが、簡単になると思います。はい、でこれ一回一回動作が止まっちゃうんですよね。でこれを連続的に漕ぐ方法が今度 J ストロークって言って、今度こうやって J 型に今度外側に漕ぎつつ操作をするっていう。でこれで大きな違いはこの親指が上に向くのか下に入れてこう外に押し出すのかの、大きな違いはその2通りの漕ぎ方で、操作ができると思います。はい。まあ今ちょっと止まってるんであれですけどね。じゃあちょっと漕いでみましょうか。はい。じゃあちょっと出しますよ。それでいい。はい、戻ります。とりあえずそこにまた横につけます。今みたいに J ストロークだと漕ぎが連続的に止まらずに漕げるので、スピーディーな漕ぎ方、スピードを出して早く進むような時には効果的ですけども、あとは慣れなんで、ラダー漕ぎでも結構パワーが伝えやすい漕ぎ方なんで、結構一漕ぎで一気にギュンとね進んだりとかしますし、 J の場合はね手首がどうしてもこう内側にひねらなきゃいけないので、手首をちょっと痛めたりとかね、慣れないとそういったあれも、注意していただかないといけないので、推奨としてはラダー漕ぎ一回止めてね押さえるだけなんで、こちらの方が最初の場合は漕ぎやすいと思います。はい、それでちょっと練習してみてください。はい、あとはターンの仕方なんですけども、今みたいに前の人と後ろの人が違う方向にパドルを入れて回転してあげると、これだけの大きな船でも一気にね方向転換ができたりとかしますので、その辺も息の合ったペアでちょっとまたね練習してみていただくのもいいと思います。はい、簡単ではありましたがカナディアンカヌーはそういった形になります。ありがとうございました。